皆様いつもご視聴ありがとうございます。ガモーレです。今回よりお届けさせていただくガモーレディオ、ラジオではないレディオです。背景映像は2ヶ月ほど前から今更始めたガンダムバトルオペレーション2。この動画は音声メインで進行していきますので、動画は補助的なものとして捉えていただければ幸いです。それでは早速参りましょう。第1回ガモーレディオのテーマはこちら。先日リスナーの皆様からいただいた質問や要望へのお答え、本当にたくさんのコメントをいただいてありがとうございます。一度の動画で全てにお答えするのはちょっとできないので、何回かに分けていきたいなと思っております。ということで、まずは一つ目、自身のガンダム歴や好きな作品、好きなモビルスーツ、それから好きなキャラクターは何か。ガンダム歴についてなんですけれども、具体的な連名はちょっと個人情報なのでぼかしますけれども、ファーストガンダムが放送されたのが1979年で、だいたいそれぐらいの頃に生まれたと思っていただければ良いかと思います。そして次に好きな作品や好きな機体についてなんですけれども、実際私がガンダムを知ったのはきっかけは SD でした。で、小さい頃おもちゃ屋で見た3代目ガンダム大将軍、このプラモがとにかくかっこよくてですね、でそこからハマりましたね。でそれから、リアルタイプの初めて、子供ながらに買ってもらったプラモが育節ガンダムだったんですけど、そもそもガンダムがテレビで放映されているかも全然知らなかったぐらいだったので、全然映像って見たことなかったんですよね。でただこの頃の好きな作品は、そもそも映像を見ていないから特になくて、プラモ屋さんでこう並んでいるプラモを見て、これかっこいいとか言って買うかどうか決めてたっていう感じでしたね。で映像作品に関しては近場のプラモ屋さんに行った時にですね、貼ってあったポスターがあったんですけど、それがビクトリーガンダムだったんですよ。でビクトリーガンダムがテレビで放映されているっていうのは初めてそこで知って、でそれでテレビでちょっと見てみようと思って見てみたんですけど、これすでに48話ぐらいまで進んでいたんですよね。もうエンジェルハイロの中で人々が眠ってるけど、祈りのポーズでカプセルに何これ何やってんのわけが分かんないけどみたいな。でそんな感じで話に全然ついていけない状態だったので、これちょっと見ても意味ないなみたいな感じで、その後きちんと第1話から見たのが機動武闘で G ガンダムということになります。そこで私は G ガンダムにドハマりしたという世代です。なので好きな機体は幼い頃育節ガンダムが大好きで、作品は一番最初はもう G ガンダム大好きっていう感じでしたね。こういう世代なので、実は宇宙世紀ものっていうのは、大人になってからやっときちんと見ているんですけど、年齢とともに好みも変わるみたいで、不思議なことに今は一番好きな作品はガンダムウィング、機体は変わらず育節ガンダムだったりするんですね。で、ガンダムウィングなんでそれが好きかっていうところなんですけど、一番好きな理由としては、ガンダムウィングはそれぞれのキャラクターの個性、これがすっごい際立ってるなっていうのが僕面白くて、一番好きなポイントなんですね。ガンダムの5人のパイロットも、もちろん強烈な個性を全員持っていますけど、他のキャラクターも含めて、全員がすごい際立ったものを持っているっていうので、モブキャラらしいモブキャラっていうのは本当全然いないなという作品なのが、キャラクター全員が印象に残ると言いますか、それがすごい好きですね。で作品によっては、全部見た時に主要キャラであっても、このキャラ劇中何してたっけなって分からなくなるキャラとか結構いるんですけど、私の中ではガンダムウィングっていうのはそういうのが全然不思議なぐらい自分の中ではないっていうのが面白いですね。でモビルスーツの方もやっぱりかっこいいのばっかりだと思っているので、テレビ版ぜひマスターグレード早く発売してほしいですね。エンドレスワルツのデスサイズヘルとテレビ版ウィングガンダムのマスターグレードが発売した時に、これ他のガンダムマスターグレード全部出るやんとか思ってすごい期待してたんですけど、次にリリースされたのはなんだっけな、シェンロンガンダム、なんでこのシェンロンガンダム右腕伸びないのみたいな、そんな感じでちょっとへこんでいたりしましたね。で極めつけはマスターグレードのウィングゼロ、ウィングガンダムプロトゼロ
っていう名前で出ましたけども、いやプロトゼロって何それ、いやウィングゼロテレビのでいいんだけどみたいな。あの後にナタクが盗塁3か忘れましたけど決まったと思ったら、いやなんでこれプレ版なのみたいな感じ、違うよみたいな感じで思ったりしてました。で、一番好きな機体に話は戻りますけれども、これは変わらずエクセスガンダムなんですけれども、正直選ぶのが難しい、それぐらい好きな機体はたくさんあります。ただ何が一番と言われたらやっぱりイクセスかなと思いますね。私が幼い頃 G ガンダムにハマった当時はゴッドよりシャイニングが好きっていう感じだったんですけど、私基本的には有機的なデザインよりこうリアルなロボットらしいこうメカメカしいデザイン、いかにもなんか現実で作れそうって思わせられるデザインの方が大好物だったりします。で次に、一番好きなキャラクターについてなんですけど、ドモンカッシュかなと。多分これ自分にはないものに憧れるっていうことなんでしょうね。こうなんかドモンがひたすら前を向いてこう走っていく、なんかそういう熱い姿がかっこいいって思うんですけど、でもこう時にはなんか崩れて僕にはできないよ兄さんとか言ってなんか言ってるところもこう人間臭くて好きだったりしますね。G ガンダムはでもそれ以上に師匠もレインも周囲のキャラたちもこうなんかみんないてこそのドモンなのかもしれないっていうのがありますけどね。ちなみに実際の私の性格が多分近そうなのはバルトフェルトかなと思います。次2つ目はこちら。動画投稿のきっかけはこれはガンダムはすごい好きなので、こういう面白さっていうのをもっと広めたいなとか思ってちょっとやってみたというのがきっかけです。で現実社会でいうと、私そこら辺に、どこでもいるようなサラリーマンですので、ガンダムについて話す機会って全くないんですよね。でただ自分が好きな作品を語れる、いろんな人とワイワイやりたいなとか思った時に、こういうガンダム好きの人たちでワイワイ話す、楽しめるコミュニティ的なのがあればいいなって思って解説動画をやってみようかなっていう考えになったのが始まりです。3つ目はこちら。宇宙世紀で好きな作品は、一番好きなのは今はクロスボーンガンダムですね。これ、宇宙世紀も好きなの今いっぱいあるんですけど、理由が分かりやすい王道なストーリー展開っていうんですかね。ただその中でハラハラさせられるようなシーンがすごい多いと思うんですよね。宇宙世紀、クロスボーンとかの世代と別に、いわゆる0079ファーストガンダムから始まって逆襲のシャアとか先行のハサウェイとかあたりまでのいわゆる地球連邦と、そのジオンとかそのあたりの戦いを描いた話、そのあたりに考えてみると、実際ね、私そこ最初詳しくなかったんですよ。ただなんかガモーレチャンネルやりだしてから宇宙世紀について細かく調べるようになったんですけど、そこでいろいろ知れば知るほどなんかすごく面白いんですよね。なんか奥が深い設定がたくさん散りばめられている。でファーストからゼータに行ってゼータからダブルゼータに行ってみたいな、そういう歴史が面白いぐらい綺麗に設定がつながっているんですよね。もちろん矛盾っていうのは絶対あると思うんですけど、なんかそういうつながりとか設定感を、世界観の深さっていうのを見ていると、制作人の方々どういう思いで宇宙世紀っていう世界を考えて生み出したっていうのがチャンネルやって深く調べれば調べるほど少しずつなんか分かる気がして、これがすごい楽しいんですね。でちなみに宇宙世紀100年まで、イコール先行の、先行のハサウェイ105年ですけど、100年とか先行のハサウェイあたりまでの作品、このあたりでどれが一番好きかって言われたら 08MS 招待ですね。もうなんか泥臭い戦い、もうなんかガンダムは万能の無敵のメカとかではもう全然ないみたいな、もうそれをいかに知恵を振り絞って生死の境目を乗り越えてなんか戦うかみたいな、極限なんか人間の生死のギリギリの世界を描いているっていうところが本当になんかすごい好きな作品ですね。はい、では次4つ目に行きましょう。エクストリーム VS シリーズをプレイしたことはありますか？これもたくさんの方々からいただいた質問でしたね。私はプレイしたこともちろんあります。
ただ下手すぎて目も当てられないです。多分お気づきの方って絶対いらっしゃると思うんですけど、私解説動画を作っていて、いろいろなキャラクターのボイスとか入れさせていただいてたら、解説動画作るのはね、どうしてもいろんなゲームで絶対必要になりますから、もちろんマキシブーストオンは持ってます。でもちょっとね、オンライン対戦はとってもできないですね。キャンセル技とかがもう必死でいやもう無理みたいな感じだったりするんで、はい、そんな感じでございます。はい、それでは今回最後の内容5つ目に参りましょう。ガンダム以外のロボット系アニメに興味はあるのか。あります。いや、もちろんありますね。で、私の一押しはガンバスター。お前たちは一人一人だと単なる火だが、二人合わせると炎となる。最高ですね。いや、もう太田浩一郎さん最高に好きですし、もうガンバスターのね、お姉様が最後の最後で涙ながらに引き返したくなる気持ちとか、もうガイナックスの本気っていう感じでもうすごい好きですね。あとは私好きなのはゲッターロボとかですかね。ゲッターはデザインというか有機的なロボットじゃないっていうので、ゲッターなんでこんなロボットがカチャカチャいろいろ色が変わってってなるんだろうみたいな、最初そういうイメージがあったので昔見てなかったんですけど、世界最後の日を見た時の流龍馬がもうかっこいい。だから作品によってすごく落差が大きいんですけど、龍馬の主人公らしからぬドスの効いた表情っていうんですかね、あれがすごい好きなんですよ。キャラが濃いのすごい好きなんで、主人公だったら正統派とか別にそういうのを私求めてるわけじゃなくて、もう龍馬のね、すごい黒い感じなんだけどすごい熱い性格とか大好きですね。で、キャラが濃いのが好きっていうつながりで言うと、以前アストレイレッドフレームの動画上げてましたけども、戸田康成さんのアストレイの画風とか、合点承知みたいな、もしまだの方合点承知はちょっと入れてるんで、ぜひまだ見ていただけると嬉しいんですけど、すごいニヤニヤしたような、すごいなんとも言えない表情とかむちゃくちゃ好きだったりしますね。で、そういう表情つながりで言うと、ロボットとか全然離れますけど、ジョジョの奇妙な冒険、ああいう画風とか、ああいう濃いキャラだらけの、もうジョジョたちなんでこんなみんなキャラクターあんな変わったポーズしてんだよとか思いながら、ああいうの読んでるとすごいテンションが楽しいって思いますね。はい、だから、個人的にはちょっとガンダム系以外のいろんな解説ってやりたいんですけど、ちょっとそこに関しては今のガモレチャンネルで例えばガンバスター解説とかゲッターロボ解説とかやろうかなっていう気持ちもありつつ、今もう一つちょっとサブチャンネルどうするかとか考えてたりするので、ちょっとガンダム以外をそういうのにサブチャンネルに集約するとか、ちょっとどういう風にやるかを今検討中ですので、まだそこに関してはどうするか、もうしばらくお待ちください。はい、先日いただいたご質問とかリクエストなどは一覧でまとめてあります。ただ他にもたくさんのコメントいただいてますし、他にもまたいろいろ聞きたいこととかご要望とかございましたら、ぜひこちらのコメント欄に書いていただければ、またまとめてこういったのを定期的にやりたいと思っております。それからですね、今回の動画で、一つ最後に皆様にお伝えしたいことがちょっとございますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。私ですね、ガモレチャンネルを始めるまで正直そのガンダムに詳しいかと言われたら、テレビの見てる作品も結構ありますけど、一部は見ているっていう程度だったんですね。だから漫画とか小説、それから細かい設定とか正直よくわからないことだらけっていう状態だったんですよ。初期の頃から見てくださってる方はもうコメントでいろいろいただいてたりもするんですけど、初期の私の動画と今最近の私の動画って内容の濃さとかももちろんですし、使っている画像とかでもすごいもう最初の頃もぐちゃぐちゃだったりすると思うんですよね。だから知識がいかに足りてないか、ちょっとパッと思いつくところで言うと、デスティニーの動画を作っておいて、デスティニーの話してるので背景の画像レジェンドアップしてるみたいな、なんでレジェンドが出てくるんだよみたいな感じでご指摘とかたくさんいただいたりしてますけども、やっぱりそういったことを全然自分の中できちんと整理がしきれてないところがすごい多かったんですね。それがこのチャンネルを実際始めてみて、で皆様からすごくたくさんコメントをいただいて、で時にはですね、デマだらけのこと書いてんじゃねえよとか言って、
すごいいろいろ厳しいこと言われることとかもあるんですけど、ただ結果的にですね、逆にそういうコメントをいただいたことによって、この話って何が真実なんだろうなって考えて、でそれを調べていくことによって結果的にこうガンダムに対する知識をどんどん深めることができたんです。なので皆様には本当に感謝してます。いつも本当にありがとうございます。実際のところこう今でもまだまだ知らないことってたくさんあるんですよね。自分よりすごいな、この人めちゃくちゃ詳しいなって思うのっていっぱい出てくるんですけど、ただ私はこのチャンネルでこう動画を作るたびにいろいろ調べて、でその結果自分もまた知らなかったことをまた一つ一つこう知ることができて、でそれをみんなでこう共有してまた一つこうガンダムの面白さを知るみたいな、これがすごい今私の楽しみの一つになっております。なのでまとめますと、私機体解説だけではなくて、こういろんな形式でこう楽しんでいただけるそういう動画作りを目指して取り組んでいくっていうのをこれからもやっていきますので、ぜひ今後とも皆様によろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本動画を見ていっていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。